皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年5月2日に仙台ギグスで開催されましたバンドメイドワールドツアー2026日本ツアー2本目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。2週間くらい前に結構大きな地震が発生していましたので、ちょっと心配でしたがなんとか収まってくれたようでよかったですみたいなことを思いながら、さすがに仙台ということで前日5月1日に仙台に向けて自宅を出発します。地元大阪は雨が止んで傘なしで出かけられたのですが、天気予報を見ると関東から東北は大荒れのようで、自称悪天候女のさえちゃんの気合を感じます。ということで今回も LCC のピーチで関西空港第2ターミナルから仙台空港に向かいます。関西空港の第2ターミナルが改装されていてちょっと戸惑いましたが、35分遅れで出発したピーチに乗って仙台空港へ向かいます。ひょっとしたらさえちゃんが前乗りしてすでに飲んだりしているのか、仙台空港上空はものすごい悪天候で、一度滑走路近くまで飛行機が降りていったのですが、滑走路が見えないということで急上昇して再度着陸を試みるというスリリングな展開になりました。絶対さえちゃんがご機嫌になっていると確信しながら、16時半くらいになんとか仙台空港に着陸できまして、仙台空港から空港線で仙台駅まで向かいます。仙台駅前に取ったホテルにチェックインして、私と同じく前乗りしていた知り合いのお名手様と海外お名手様も交えた前夜祭で楽しみます。仙台名物ばかり出てくるお店でしたので、仙台グルメを満喫できました。それで翌日の5月2日、昨日の大雨から一転快晴です。ただ風がものすごくて、晴れ女のあーちゃんと悪天候女のさいちゃんの両方の気合を感じられる天候でした。最近のパターンというか、お給仕前日に雨をたんまり降らして当日は晴れになるという現象が多くなってきているような気がして、さいちゃんの気合の配慮をありがたく感じます。それで昼食はやっぱり仙台といえばということで、11時前に仙台駅構内の牛タン通りに向かったのですが、舐めてました。どの店も100人以上並んでいて1時間以上かかりそうなので、駅中は諦めて商店街に行ったのですが、さすがゴールデンウィークということでどこも行列です。仕方なく仙台とは全然関係ない油そば屋が10人くらいしか並んでなかったので、そこで済ませて、そのまま仙台駅から地下鉄東西線で会場最寄りの新井駅へ向かいます。仙台ギグスは街の外れにありますが、終点の新井駅からすぐなのでアクセスが良くて助かります。今回も先行物販チケット方式でしたので申し込んでまして、A103 番をゲットできていましたので、14時くらいに物販ブースに入ります。それでいつも通りご当地 T シャツとくじを10枚購入します。くじの結果は、前回も当たった全員サイン入りポスターとあーちゃんのサイン入りトレーディングカードが当たりました。あーちゃんのトレーディングカードを9枚連続当てたからか、最後はサイン入りが当たって感無量です。物販買って今回はホテルに戻るわけにはいきませんので、近くのおしゃれな感じのカフェで時間を潰して、今回は間に合った15時半の集合写真に入ることができました。それで会場外に設けられたコインロッカーにくじのあたりも含めて詰め込みます。この会場外にコインロッカーがあるライブハウスってありがたいんですよね。それで会場待ちの列に並びますが、今回の私のチケットは A134 番と可もなく不可もなくという感じです。行列に並んで待っていると、会場時刻を少し過ぎたあたりで入り口の扉が開いて会場です。順番にチケットを見せてドリンク代600円をドリンク交換用ピックに変えてもらって会場に入ります。お嬢様エリアはいつも通り下手で、前方はすでに5列くらい埋まっている感じです。ありがたいことにセンターを分ける柵の下手側が空いていましたので、柵に右肘を受けるど真ん中の7列目くらいの場所に位置取ることにしました。バックドロップは今回のツアービジュアルをイメージした旗を斜めにしたやつですね。キーボードはドラムの横にしまわれているのではなく、すでにドラムの前の少し上手寄りにセットされていましたが、色が黒くないように見えて、ひょっとして電子ピアノとか思ってしまいましたが、後でいつものキーボードだったことが分かりました。それで開演前のアナウンス音声が流れてきますが、今回もご主人様お嬢様とかお給仕とかの晩飯用でした。そのアナウンスに会場からは拍手が上がってましたね。でもその後に流れた英語のアナウンスはマスターズ&プリンセスイズとか言ってなかったように思いますので、英語アナウンスは普通なのかなとかどうでもいいことを思っていました。それでいよいよ帝国になって BGM が止んで会場の照明が落とされると、会場からは手拍子と歓声が上がってメイドさんたちの登場を待つ興奮に包まれます。 SE のシェアリングが流れてくるかと思ったら、なんか全然違う SE が流れてきます。ニュー SE だと思いましたが、なぜこのタイミングでとちょっと不思議に思っていたら、後でこの SE が何なのか判明しますし、もうちょっと慎重に聞いておけばよかったと少し後悔することになります。拍手と歓声が上がる中、いつも通りあーちゃんを先頭にミサさん、ミンチョ、小畑さん、サイちゃんがステージに出てきて、会場はさらに歓声と興奮に包まれます。メイドさんたちが目の前のステージに並び、SE が終わっていつもの期待と緊張の入り混じった瞬間が訪れます。
前回の横浜と同じく1曲目はアンリッシュでスタートしました。冒頭のさえちゃんのボーカルにシンガロングで答えながら、続くイントロで全力のチャントで声出します。後ろから聞こえる海外お名手様だと思われるチャントの声がおいおいじゃなくておいおいだったのが、ちょっと文化の違いを感じられてなんか楽しかったです。目の前で腕振り振りダンスを楽しそうにしてくれるさえちゃんを見ながらイントロを楽しんで1メロに入ります。私の位置からは小鳩さん、ミサさん、ミンチョは前の人の頭で若干見にくい感じでしたが、あーちゃんは真正面でバッチリ見えて、センターの柵のおかげでさえちゃん方面は視界が開けているので、さえちゃんはめちゃくちゃよく見える位置でした。なので今日はさえちゃん、あーちゃんをメインに視界に収めながら楽しむことにします。それでサビに入ってまだまだ元気な会場からだんだんリリだんだんの大声が響き渡りますが、海外お名手様の声がめちゃくちゃ大きくて気合の入り方がすごかったです。サビ終わりで感想に入りますが、このアンリッシュのイントロとか感想の時の同期音源が何気に好きなんですよね。正面に見えるあーちゃんの軽快な6年のドラムフィルから2メロに入って、やっぱりあーちゃんのフロアタンムを激しく叩く姿に見とれてしまいます。最近音の作り方を変えたらしいミサさんのベースのかっこいい音で奏でられるベースラインも堪能して2サビに入ります。2サビは1サビと違ってポストコーラスというかサビの延長みたいなところがありますが、前の人に当たらないようにヘドバンしながらも目の前で歌うさえちゃん、小鳩さんも視界に入れながら楽しみます。C メロに入って手拍子しながらミサさんの荒ぶるベースに聞き入って、さえちゃんの全力のシャウトからものすごい会場からの歓声とともにミンチョのギターソロに入ります。ギターソロはミンチョがお立ち台でスポットライトを浴びながら弾いてくれましたので、バッチリ真正面目の前で味わうことができました。ソロ中もちゃんとで盛り上がって、だんだんリリだんだんも思いっきり叫んで、ソロ終わりに被せるように入ってくるさえちゃんの劇場的エモーションからラッサビですが、何度か言ってますが、このギターソロ前後のつなぎというか伝統的なハードロックにはなかなかない構成が、私がバンドメイドを愛する一つの理由になっています。ラッサビもポストコーラスも大興奮状態で味わってアウトロです。ちゃんとしながらラッサビでは叫べなかっただんだんリリだんだんを叫んで、すぐにちゃんとに切り替えてぴったり合わせて曲終わりで大歓声と拍手になります。続けての2曲目として流れてきたイントロは、これも横浜と同じくマギーでした。若干心の準備ができていましたので、イントロ開始からタイミングバッチリでちょっとジャンプしながらちゃんとで声出します。1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、ミサさんのベースがダンスミュージックみたいに気持ちいいので自然と体が動いてしまいます。B メロは手拍子になって縦乗りみたいになりますが、ここの小鳩さんのコーラスが私的に大好きなところなので、前の人の頭の上から見える小鳩さんの歌う姿を視界に入れながら手拍子します。それでサビまで我慢できずに手を挙げて、さえちゃんのジャンプジャンプジャンプでジャンプも我慢できずにジャンプを始めます。サビはあーちゃんの激しくも軽快な2ビートのドラムに乗せてダンスフロアで踊りまくるみたいな感じになってジャンプしながら楽しみます。サビ終わりからの感想はジャンプしたままちゃんとする感じになって、もうかなり楽しくなってきます。2メロ冒頭のバックの演奏の変化は芸術的に思えていつも感心してしまいますが、すぐに B メロになるので遅れないように手拍子で盛り上がります。2サビもあーちゃんのドラムを堪能しながら思いっきりジャンプして楽しんで C メロに入ります。C メロ最後のあーだのこうだのぐちぐち言わずに何でもかんでも本気でやったらいいって曲先行で歌詞を載せてるとは思えないくらいしっくりきていて気持ちいい響きで、さえちゃんの作詞能力の凄さも感じます。そこからのミンチョのギターソロで大歓声が上がって、ソロ終わりからの落ちメロで手拍子になりますが、バンドメイドといえばという感じで落ちメロから一気に後半盛り上げていってラッサビにつなげる流れは最高に好きなところでもあります。違うメロなのにサビ前は絶対にジャンプって言うぞと言わんばかりのさえちゃんの思いを感じながら、ラストサビも思いっきりジャンプで盛り上がります。サビ最後のゲッゲッゲットゥハイもなんか気持ちいいです。サビ終わりでアウトロになって後ろの海外お名手様のおいおいのちゃんとも聞きながら、こっちも思いっきり声出して曲終わりで書き鳴らしになります。まだ2曲目なのに心地いい疲労感を感じながら3曲目を待ちます。3曲目はやっぱりzenでした。さえちゃんの歌始まりの曲ですので、最初は会場は静かに聴き入ってイントロで爆発します。zenに限った話ではないですが、私は若い頃からハードロックなどを聴いている時にギターのベースのドラムの音をそれぞれ聴くのがものすごく好きでして、でもそれはその曲の一部であって、それ以上でもそれ以下でもないという感じでした。でもバンドメイドの曲は同じくそれぞれの楽器の演奏を聴くのが素晴らしくて大好きなのは一緒なのですが、それらが融合した時にまた全く違うものになってさらに素晴らしい曲になっているところがものすごいことだと思っています。しかもそこに楽器と同じレベルでというと語弊があるかもしれませんが、ボーカルもそのアンサンブルを構成する要素として存在している感覚、このものすごさを分かっていただけますでしょうか。とにかく何十年も眠っていた私のロックに対する情熱を芯から呼び起こしてくれた魔法のバンドなんですよね。
そういえばこの曲もサイちゃんの作詞、しかもアニメタイアップ曲としては初ということでしたが、曲選考で歌詞を載せる形がそのボーカルを含めたアンサンブルを構成するのにはいい方法なのかもしれません。と、全然当日の様子を語れていないので戻しまして、この曲もそれぞれの楽器を演奏するところを見て聴くのが最高なので、2メロの A メロのあーちゃんのド迫力のドラムを目の前で堪能して、ミサさんのずっとメロディーを奏でているようなベースラインも目で見ながら楽しんで、ミンチョの素晴らしいリフも小畑さんのリズムギターもコーラスも当然サイちゃんの楽器の一部のような歌声を味わって2サビに入ります。このキャッチーなサビのバックの演奏もボーカルも全て素晴らしいです。サビ終わりのサイちゃんのロングトーンから C メロに入りますが、この曲もギターソロへの入りがスムーズでかっこいいです。ギターソロは上手でミンチョが弾いてましたが、ソロ後半部分でめっちゃ口を開けてのけぞって弾いているのが横からなのでバッチリ拝めました。あの複雑なソロをよくあんな格好で弾けるなとか感心もしてしまいました。それでソロからラスサビにつなぐところもスムーズかつサビ中にだんだん盛り上がっていくアーチャーのドラムフレーズが最高で、サビだからと同じ演奏にしないところも本当にすごいと思います。そうやって思いっきり盛り上がったラスサビからアウトロに入って、会場からの思いっきりのチャントは綺麗にタイミングを合わせて曲終わりとなって大歓声が上がります。この書き鳴らしなしでピタッと終わるのもなかなか新鮮です。続けての4曲目はなんとここで小畑さんのめちゃかっこいいピックスクラッチから始まるインフルエンサーが来ました。横浜のグローリーから瀬戸りを変えてきました。このインフルエンサーは軽快な曲だけど構成は結構複雑で、冒頭にしかやらないメロがあったり最後にしかないメロがあったりと全く飽きさせない構成になっています。で、その冒頭のメロは思いっきりの手拍子で盛り上がります。それで A メロに入りますが、この曲もドラム、ベース、ギターが好き勝手にメロディーとリズムを奏でているのに、サイちゃんのボーカルが乗った形で全体としてまとまった構成になって気持ちいいアンサンブルを感じてしまいます。それで B メロになって最後のやだなーってフェイククライムの時にサイちゃんが頬の涙を拭うような仕草を入れてきたのがまさにフェイククライムみたいで味わい深かったです。それでサビに入りますが、初めて聞いた時に小畑さんのうーララララが衝撃的に素晴らしかったのを思い出して小畑さんをガン見してしまいました。最後のハンキードリデイのところはサイちゃんがやるように腕を回す感じでいつもするのですが、今回も少数派でした。サビ終わりで感想なしで2メロに入りますが、そういえばこのインフルエンサーってイントロも感想もアウトロもない今風と言っていいのか分かりませんが、バンドメイドにしては珍しい曲ですよね。そんなことも思いながら A メロ B メロを踊りながら堪能して Invite you to the top でサイちゃんと一緒に指を突き上げてリサビに突入します。改めてサビの歌詞を見ると英語と融合した感じで日本語が入っているので、絶対翻訳してもこのニュアンスは伝わらなさそうだと思いました。攻略法もチートに訳されてますが、ちょっとニュアンス違うような気がしますし、でサビ終わりでラップパートになりますが、ラップにハーモニー入れる感覚もすごいと思いますし、そこからミサさんのベースソロに入る構成も完璧ですし、フォーカスオンバースでベースソロの第2章に入る発想もすごいです。でも最後はミンチョの素晴らしい音色のギターソロが控えていて、さっき今風の曲で言いましたが、ソロをたっぷり入れてくるところはやっぱりバンドメイドです。ソロ終わりで落ちメロになってあーちゃんのトリプルのドラムフィルから最後のこれも冒頭と同じくここしかないメロに入って、サイちゃんのロングトーンと小畑さんのシャウト気味のロングトーン、ミンチとミサさんの素晴らしいコード進行とあーちゃんのタムフレーズ、全てが完璧に展開していきます。最後はサビの最後のところを持ってくるのも普通では考えられない構成だと思いますし、ミンチョのギターフレーズで最後ピタッと終わらせるところも本当に感心してしまう構成です。特に90の時の曲終わりはめちゃくちゃかっこよくて大好きなところです。インフルエンサー好きすぎて語りすぎてしまったので、動画の尺を考えて後の曲はもう少し短めにします。続けての5曲目は横浜の時の瀬戸りに戻ってトワエモアでした。さっきシャウトしたばかりの小畑さんのシャウトがまた炸裂します。しかしやっぱりイントロがめちゃくちゃかっこいいです。会場からはちゃんとの大声が響きます。ミンチョのリフはもちろんミサさんのベースもアーチャーのドラムもかっこよすぎます。それで1メロに入って目の前でサイちゃんが歌い出しますが、このダークな曲を歌うサイちゃんも当然かっこいいです。B メロ最後の Annoying How do you say me such a thing ってイライラする、よくもそんなことが私に言えたなみたいな意味なんですね。小畑さんの歌詞ですが英語が多いので気づきにくいですが、なかなか過激な歌詞なんですよね。それでサビに入りますが、その過激な歌詞を感じながらヘドバンしてトワエモアの世界観に入り込みます。サビ終わりで感想に入ってちゃんとしながらさらにトワエモアの世界に入っていくような感じになりますが、トワエモアってハードロックというとちょっと違うように感じますし、メタルでも全然ないですし、パンク的な要素もないですし、もちろんポップじゃないし、ジャンルがわかりませんが、私的にはとにかくかっこいいということだけわかる感じの世界観です。で、1メロから変化する B メロを堪能して2サビに入ります。2サビも思いっきりヘドバンしながら味わって、サビ終わりでミンチョのギターソロです。妙に
ミンソロスポットみたいに書いていたのですが、メモの字が汚すぎて読めませんでした。多分スポットライトを浴びながらソロを弾く民女がかっこよかったんでしょう。ソロ終わりから C メロに入って、C メロ終わりからのミサさんのかっこいいベースと小畑さんのつぶやきみたいなコーラスからラッサビに入って、冒頭の激しいドラムにどうしてもアーチャーを見てしまいます。めちゃくちゃかっこいいドラムですし、小畑さんは叫んでますし、シンガロングも力が入ります。最後もかっこいいアウトロでまた思いっきり歌って曲終わりになって、サイちゃんのありがとうで大歓声になります。書き鳴らしが終わって、ここで最初の MC に入ります。小畑さんのお帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様、やってまいりましたっぽー、バンドメイドワールドツアー2026仙台っぽーで大歓声が上がります。それで本日嬉しいことにソールドアウトっぽーにまた会場は大歓声と拍手に包まれます。続けて小畑さんのワールドツアー4本目、日本では2本目っぽーとナチュラルダジャレをかましてくれて、会場からは歓声と拍手になります。少し落ち着いた会場に小畑さんの風も強くて前日の雨でお足元の悪い中来ていただいてありがとうございますっぽーに拍手となりますが、サイちゃんは春って感じですねみたいに春のせいにしてとぼけてました。それで小畑さんが今日何かが違ってるの気づいた方いらっしゃいますでしょうかっぽーって会場に聞いてきて、私も周りも自信満々で SE って声を上げたのですが、サイちゃんは新しい SE じゃないんですよねとか言ってきます。会場も私もみたいになってたのですが、サイちゃんがメイドに騙されちゃいけないよとか言ってきます。で、小畑さんがサイちゃんに今回のツアーの SE はどうなってますかっぽーみたいに聞いて、サイちゃんがワールドツアーのツアーファイナルが武道館 2days ということで、私たちの歴史も味わってもらいたいというのもあって、国内公演はこれまでの SE をランダムに使っていくことにしましたみたいに言ってきて、私も会場も大興奮で大歓声を上げます。絶対聞きたかったけど諦めていたメイドワルツが聴けるかもしれないと思うと、めちゃくちゃ期待で胸が高鳴りました。どの球児でどの SE が来るかはメンバーも分かってなくて、サイちゃんの独断で決めるということでした。これはまたお給仕に帰宅する楽しみが上乗せされてしまいました。それでサイちゃんが、今回の SE はメンバーの声が入ってるんですけど、誰かわかりますかって会場に聞いてきたのですが、誰もわからない感じです。でもサイちゃんも小畑さんもミンチョの方を意味ありげに見る感じになっていたので、ミンチョの声が入っているということみたいです。ミンチョがめっちゃ低い声で安心ワールドって言って会場から歓声と拍手が起こります。ミンチョの家でレコーディングして声も入れたらしいです。でもミンチョはネタバレした後に聞かれるのが恥ずかしいとのことで、もう今回の SE は入らないんでしょう、よかったとか言ってきます。めちゃ聞きたいんですけど、でもサイちゃんがまた出るかもしれないよとか、小畑さんも運が良ければまた聞けるかもしれないぽーとか言ってくれてましたので期待したいと思います。それでミンチョが歴代の SE を回しつつワールドツアー回って武道館に向けて新しい SE を作ろうと思ってますみたいに言ってきて、会場は湧き上がります。小畑さんの良き楽しみもありつつワールドツアー回っていけますっぽねーに完全同意の歓声が上がって SE の話は閉まりました。それでサイちゃんがじゃあグッズの話って言ってきて笑いが起きます。この時コードさんがお嬢様エリアに向けてめっちゃ笑顔で手を振ってましたね。でサイちゃんが最近の傾向的にはみんなの方が私より詳しいのは分かってますみたいに言って、小畑さんもみんなに教えてもらってますっぽみたいに言ってきて会場から笑いが起きます。サイちゃんの最初は覚えてるんですけど5曲も歌うと忘れてしまうんですよねにまた会場は笑いに包まれます。それでサイちゃんが私の中の情報が皆さんに伝わって空間のお遊びとか言って久々にサイちゃんのよくわからない言葉聞かせてもらいました。でまずはツアー T シャツの紹介になってバージョン1ということですでに11月の台湾が追加されていますが10月の北米ツアーとかもありますしバージョン2もあるということですねみたいに説明してくれて歓声と拍手が起こります。とツアー T シャツだけ紹介したところでサイちゃんがその他諸々がありますって言ってきたので思わず流行って口に出して突っ込んでしまいました。まあでも当然それで終われないので物販整理券の話になります。どうも武道館に向けてシステムはアップデートしていくらしくサイちゃんがご意見ご鞭撻のほどよろしくお願いしますと合ってるような合ってないようなことを言ってきて笑いと歓声が起きます。正しくはご指導ご鞭撻のような気がするのですがまあそんな小さいことは置いておいてサイちゃんが皆様のお給仕の一日がより快適になるように私たちはメイドなのでサービスを頑張りますとか言ってきたので大歓声となりました。この自分たちはメイドという言葉をサイちゃんから聞けるとなんか感慨深くなります。なぜかわかりませんが
それでご当地 T シャツの話になります。さえちゃんがインスタの写真座って撮ってるんですけどとか言って、小畑さんがあの写真謎だったっぽーとか突っ込んでましたが、さえちゃんが言うにはよく顔を見るとにやけてるということでした。さえちゃんからアップして見ないようにねと注意されましたが、そういうわけにもいかず終わってから見直しましたが、確かににやけるのを我慢してる感じがバッチリわかりました。で、さえちゃんのご当地 T シャツは色は何だと思うのいつもの問いかけに、私はずんだーって叫んで、他にも綺麗な山とか、さえちゃんに拾ってもらえそうなワードの新幹線とか、セリーとか、笹かまとか声が上がるのを、さえちゃんと小畑さんは美味しかったとか反応しながら嬉しそうに聞いていて、最後にさえちゃんがみんな正解、仙台の色はそれですって言ってきて、会場は笑いと拍手に包まれます。ちなみにさえちゃんはずんだ派で、小畑さんはセリ派ということでした。本番前にセリ鍋を食べたということで、小畑さんもさえちゃんもおかわりをしたらしいですが、あーちゃんは5回おかわりしたとのことでした。それくらいは行くでしょうね。それで外れなしのくじの話になります。外れはないはずなのに、さえちゃんがステッカーにめげずに今日の運試しで引いてくださいみたいに言って会場から笑いが起きます。多分ステッカーが一番利益率良さそうなので、ステッカーを当てた人はメイドさんたちに貢献できていると思いましょう。拍手が起こる会場にさえちゃんが次行くよって叫んできます。ということで小畑さんのそれでは楽しんでいきましょうぽようこそハンドメイドのお給仕へで大歓声が上がる中、次セクションに突入します。ここでさえちゃんが素早く上手に履けるのが見えました。ということで MC 明けの6曲目は小畑曲のブライテストスターでスタートしました。 MC 明けで小畑曲が来るのは結構珍しいなと思いながら、イントロで思いっきりちゃんとしながら声を出します。1メロに入って小畑さんが歌い出しますが、さえちゃんがいないこともあって私の視線は小畑さんとあーちゃんに固定される感じになります。と言っても左右に首を回して、当然ミンチョミサさんも視界に入れます。小畑さんの歌詞ってメロディーに乗せる単語の区切り方が独特で、初めて聞いた時は歌詞を把握しづらいのですが、歌詞が分かった状態で聞くとめちゃくちゃ味わい深くてかっこいいと思っているんですが、このブライテストスターも私的にまさにそういう感覚になる曲です。それでサビはあーちゃんのドラムの軽快なリズムに乗せてジャンプしながら可愛い小畑さんを味わいます。サビ終わりでミンチのかっこいいリフの感想になって2メロに入ります。冒頭のブレイクの後に入ってくるミサさんのベースはめちゃくちゃかっこいいです。それで2サビも思いっきりジャンプしながら楽しんで C メロに入ります。このあーちゃんのドラムはシンプルですが、ミサさんのベースがめちゃくちゃ味わい深くて、小畑さんのボーカルとともに聴き入ってしまいます。それでいよいよギターソロパートになって、ミンチョが真ん中に来て小畑さんと向き合います。ギター指定で向き合ってソロを弾くところを正面かつ間近で拝めましたので、小畑さんが人差し指と薬指で弦を押さえてオクターブ奏法しているところを初めてバッチリ確認できました。ソロ終わりからの落ちサビ冒頭は手拍子になりますが、この落ちサビからラスサビへの流れは私的に一番好きなところです。特に転調するラスサビに入るところのミサさんのベースが地の底から上空に突き抜けるような爽快感があってゾクゾクします。そのラスサビも思いっきりジャンプしながら味わってアウトロに入ります。演奏はアウトロだけど小畑さんのボーカルもあるやつで他の曲には見られない構成ですが、これがいい味出してます。曲終わりからの吹き鳴らしで大歓声となります。大歓声と拍手が沸き起こる中、さえちゃんが上手からステージに戻ってきて目の前に立ちます。上手の前方に出てきたミンチョがあのリフを弾き始めます。続く7曲目はドミネーションでした。ものすごい歓声が上がります。イントロに入ってもう今となってはこれがないと物足りないさえちゃんの行くぞーの叫びに会場は全力のチャントで応えます。1メロに入って目の前にいるさえちゃんのボーカルに体を動かされながら正面なのでどうしても見てしまうあーちゃんのフロアタンも笑顔で叩く姿を拝んで先行くせを叫んでサビに入ります。サビでさえちゃんのせいに煽られながら思いっきりハローハロー叫んでたら後ろから発音のいいハローハローも聞こえてきます。サビ終わりからの感想でミンチョに視線を移してかっこいいギターフレーズを聞きながらちゃんとして2メロに入ります。2メロに入るとミンチョとミサさんがあーちゃんの前に寄っていきます。コーラスを終えた小畑さんが少し遅れて合流して変顔タイムです。さえちゃんの Take over the world で元の位置に戻ってきますが、小畑さんもミンチョもめちゃくちゃ笑顔だったのでなんか楽しいことやってたんでしょうね。それで2サビに入って前の人の頭の上から小畑さんを見ていたら小畑さんが目を合わせてくれましたような気がしました。2サビ終わりでギターソロ前のブリッジに入りますが、この時の小畑さんのギターを弾く姿がかっこよかったですし、一拍空けてのちゃんとを思いっきり前のめりになっているのも楽しかったです。それでミンチョが真ん中のお立ち台に乗ってきて短いですが味わい深いソロを弾く姿を思いっきり騒ぎながら堪能します。ソロ終わりからの落ちメロでは先行くせよの時は指を立てた手を上げるのでいいと思っているのですが、ドンレーミーダウンの時はどうするのが正解か分かっていません。
そんなことはどうでもよくて、ラスサビに入っていますので、手を振り上げながらハローハロー叫んで最後のメロに入ります。ここは楽しいドミネーションの余韻を感じながら気持ちよくなるところです。最後のさえちゃんの世界に響けにハローハローで答えて、アウトロで思いっきりチャントになります。お給仕仕様のかっこいい締めから曲終わりの吹き鳴らしになって、大歓声と拍手でドミネーション完結です。そこに8曲目となるスーパーサンシャインのかっこいいミンチョのビッグスクラッチからイントロが流れてきて、ミサさん、小鳩さん、サイちゃん、ミンチョがステージの前に出てきて、サイちゃんが真ん中のお立ち台から思いっきり両手でちゃんと煽ってきますので、大歓声と大声のちゃんとで会場は盛り上がります。海外のリアクターがあーちゃんのハイハットを足で踏んで鳴らしてるのがいいみたいなことを言っていたのですが、確かにって感じです。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、癖がないというか誰にでもハマる感じのメロディーが逆に新鮮に感じます。でも B メロからはバンドメイドっぽいというか、サイちゃんっぽい歌詞というか、ひねりが入ってくる感じがします。B メロ終わりからの小鳩さんのシャウトを目の前で浴びてサビに入ります。それにしてもスーパーサンシャインのサビは楽しいです。メイドさんたちも楽しそうです。サビ終わりで感想に入って、サビの楽しさのままちゃんとでさらに盛り上がります。2メロの A メロは1メロと同じテイストですが短くしてくるんですよね。それで B メロは変化させてきて、タタタタタの歌詞はサイちゃんならではという感じがします。それでまた小鳩さんのシャウトを堪能して2サビに入ります。2回目ですがやっぱりスーパーサンシャインのサビは楽しいです。ミサさんのベースラインもこの楽しさを増幅させているように思います。2サビ終わりでソロ前のブリッジで目の前にいる小鳩さんのギターがかっこいいんですけど、 MV と違ってこの日はスターリーピジョンだったように思います。それで下手お立ち台でのミサさんのベースソロです。お決まりの大歓声が起こります。そこからサイちゃんの C メロを挟んでミンチョのギターソロに入ります。会場はちゃんとで盛り上がります。ソロ終わりで B メロに入って落ちメロへと続きますが、このソロ前のブリッジからベースソロ C メロ、ギターソロ B メロ、落ちメロという構成はなかなか珍しいと思いますが、自然と流れているように感じられるのはバンドメイドだからと感じます。落ちメロ終わりからラッサビに入りますが、私的にはここのあーちゃんのスネアロールで盛り上がっていって、小鳩さんのめちゃくちゃ喋るシャウトからラッサビに入るところがこの曲のクライマックスだと思っていて、一番盛り上がります。サビを2回繰り返す形のラッサビは当然その盛り上げた状態で迎えますので、会場もめちゃくちゃ盛り上がって、サイちゃんのボーカル、バックの激しい演奏、小鳩さんのシャウトに陶酔しながら手を振り上げて楽しみます。後半の怒涛のあーちゃんのドラムとサビ終わりの小鳩さんの最後の長めのシャウトも目の前で堪能してアウトロです。サイちゃんと小鳩さんのコーラスを目の前で味わいながら思いっきりちゃんとしてかっこいい締めから曲終わりの吹き鳴らしになって大歓声となります。ここで小鳩さんがフラッピーピジョンに持ち帰るのが見えて、始まった9曲目はなんとサイちゃんのボーカルから始まる玉屋でした。久しぶりに感じましたが、確かに去年2025年8月のサマソニ以来です。サイちゃん作詞の晴れの曲たち、マギー、スーパーサンシャインに続けて3曲ともやってくれた感じです。イントロに入って会場は晴れの気分でちゃんとします。なんか夏が来たって感覚になります。それで1メロに入ってサイちゃんのボーカルになって、久しぶりでしたがピッカーンとドッカーンの時の手のポーズを忘れずにやれました。 B メロに入って歌詞でサイちゃんが言わないでじゃなくて言わないでと歌うところがなんか好きなんですよね。あーちゃんの祭り太鼓のようなタムフレーズもめちゃくちゃ曲に合っていて最高です。それでお祭り騒ぎのようなサビに入って会場もジャンプしながら踊ります。こちらも当然汗だくになりましたが、サイちゃんの首筋に流れる汗がすごいのが見えました。この曲はあーちゃんのドラムのリズムがシンプルなところと複雑なところが入り混じっていて、私的に大好きなところです。それで感想に入りますが、感想中にサイちゃんのボーカルが入るところも遊び心というか様式美にとらわれない感じがしてセンスも感じるところです。それで2メロはサイちゃんのボーカルに小鳩さんが掛け合いのようにコーラスを入れてきて、最後ハーモニーになるところが私的大好物です。B メロは1メロと同じ感じですが、サビへの入りが B メロから続けるように入っていくところが1メロと違って芸が細かいなと感心するところです。サビではリサさんのベースラインとあーちゃんのハイハットを少し浮かせたような筆記も楽しみながらジャンプして盛り上がります。2サビ終わりでそのまま C メロに入りますが、ここのミンチョのギターがちょっとヘビーな感じで入るのがかっこよくて味わい深いです。それでミンチョのギターソロに入って明るいけどブルージーな感じのソロに聴いて、サイちゃんのつかめえことなどから小鳩さんのおさらばえのシャウトも目の前で堪能してラッサビに入ります。ラッサビも当然思いっきりジャンプしながらこの楽しいお祭りを満喫します。アウトロになって相変わらず素晴らしいミンチョのリフを堪能しながらジャンプとちゃんとで楽しんで曲終わりです。吹き鳴らしの中でサイちゃんのありがとうももらいました。ジャンプし続けて息切れしているところに流れてきたのは10曲目となるヘイトのイントロでした。
またみんなが前に出てきて、さえちゃんも焚き火を上げながら掘ってきますので、息切れしている場合ではなく思いっきりちゃんとする形になります。このヘイトもさえちゃん作詞の曲なので、3曲続けてさえちゃん作詞曲をやってくれた感じですね。1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、ヘイトの歌詞ってメロディーへの単語の乗せ方がさえちゃんらしいというか、単語を認識しやすい乗せ方に感じます。小畑さんは単語というよりも単語に含まれる音をメロディーに乗せているように思うんですけど、違うかもです。そんなことを思っていると、サビに入って手を振り上げながらそのさえちゃんの歌詞に聞き入って、最後の激しいアーチャーのドラムを味わって感想に入ります。後ろからの海外お名手様独特のちゃんとの声に負けないようにこっちも声出します。2メロはさえちゃんにも煽られながら手拍子でヘイトの歌詞を楽しみますが、完全に1メロから A メロが別物になっているのに A メロと認識できるところが何気にすごいと思ってしまいます。 B メロは1メロと同じに戻るのですが、 B メロの終わり方とサビへの入り方が全然違います。これまでにも何度も言ってしまってますが、1サビに入る時のちょっとドラマティックな入りと違って、すごくシンプルに入るところがなんか深い感じがしてすごく好きなところです。それで2サビも思いっきり手を振り上げながら盛り上がって楽しんで、下手お立ち台のミサさんのベースソロパートに入ります。当然今回もバトルバージョンでしたので、目の前の真ん中のお立ち台にミンチョが乗ってきてバトルとなるソロを弾き始めます。そこにミサさんが嬉しそうに真ん中のお立ち台のミンチョの横に乗ってきます。ミンチョのヤンキー煽りを本当に目の前で浴びせられましたので、全力で手を振り上げながらおいおい叫ぶしかありませんでした。ミンチョがソロを弾いている時にミサさんがミンチョに顔を近づけて、ミンチョがなんか反応していたのですが、何をしていたのかは後の MC で明かされます。バトル中に小本さんは上手のステージ前方でバトルを煽りながらギターも弾いていて楽しそうにしているのがいい感じでした。ソロ終わりで C メロに入って定位置に戻るミンチョを見ながら、さえちゃんのボーカルから小本さんの強烈なシャウトを浴びて、さえちゃんのすべて消してしまってからラスサビに入ります。サビは3回とも同じメロディー同じ歌詞ですが、サビへの入りが全て違うというこういう細かい演出が大好きなところです。ということでラスサビも楽しんで、最後はさえちゃんと一緒にI hate youを叫ぶわけですが、やっぱり後ろの海外お名手様の発音は良かったです。曲終わりで会場からの大歓声と拍手が沸き起こっている中、続く11曲目はなんとモラトリアムが来ました。めちゃくちゃかっこいい曲冒頭のフレーズから小本さんのメイクアップオブマインドの囁きに続けてイントロに入ります。会場は本当に悲鳴のような歓声が上がって大興奮で大声のチャントになります。いやいやモラトリアム聴けるなんて、これだけでも仙台ギグスに来れた幸運に感謝しました。2024年10月の福岡ビートステーション以来1年半ぶりのセトリ入りです。1メロに入っても興奮収まらずで、ずっと手を挙げて盛り上がりながらさえちゃんのボーカルに聴いて、小説内容に入るかっこいいリフに高速のチャントで答えて B メロに入ります。このバックの演奏とそれに合わせるさえちゃんのボーカルがめちゃくちゃかっこいいんですよね。それでサビはもうジャンプ気味の縦乗りで盛り上がります。このモラトリアムは若い頃って言ったら失礼かもしれませんが、まだ荒さの目立った頃のバンドメイドを奏でるハードロックのいいところを詰め込んだような曲だと思っています。サビ終わりで感想に入って会場はまた高速のチャントで盛り上がります。2メロに入るとやっぱりミンチョの味わい深いアウトチョーキングのギターフレーズが最高です。小説感に入る高速のチャントも気持ちよく盛り上がれます。それで2サビに入ってジャンプしてたらもう汗が止まらない感じになります。目の前なのでさえちゃんも汗だくで歌っているのがわかります。2サビ終わりでモラトリアムの醍醐味でもあるシンガロングになりますが、会場からはめちゃくちゃ大きな声出てました。それでギターソロ前のヘビーな感じのブリッジになりますが、ここはやっぱり思いっきりヘドバンしてしまいます。そこからミンチョのギターソロになりますが、このソロもかっこいいんですよね。バックでヘビーなリフをキープするミサさんのベースと小畑さんのギターもかっこいいです。それでソロ終わりからシンガロングの本番です。さえちゃんは当然ですが、あーちゃんもスティックを持つ右手を上げて煽ってきますので、シンガロングも全力になります。ユーやエンドレスストーリーもですが、モラトリアムのシンガロングも肺活量を使うというか、声を出すのに体力がいることを思いっきり感じられる曲です。そのシンガロングの中、さえちゃんが歌い出して、最後ブレイクしてのミンチョのリフたまりません。それで2回繰り返すラッサビに入って思いっきり盛り上がりますが、本番はこれからです。サビ終わりで最後のシンガロングです。あーちゃんのバスドラが炸裂します。もう声を出す体力が残ってない感じになってましたが、さえちゃんもめちゃくちゃ煽ってきますので頑張って声出します。最後さえちゃんのドンディリダリーからの書き鳴らしになって、さえちゃんの満足そうな顔でのありがとうをもらって曲終わりです。大興奮でざわめく中、さえちゃんがキーボードの前に立ちます。12曲目はロック&ロードでした。暗いステージで見た時は電子ピアノかもと思ってましたが、いつものキーボードでした。ステージの色の加減で茶色く見えていたのですが、実際は黒に赤枠でした。
前回のレポートで動かないサイちゃんは新鮮な感じみたいなことをつぶやいたのですが、今回のサイちゃんはなんかめちゃくちゃ余裕でキーボードを弾いていて、体も動かしていたように思います。それも新鮮な感じです。しかしボーカルの準備だけでも大変だと思うのですが、キーボードも練習してるって本当にすごいと思ってしまいます。ここでロック&ロードが来るのはモラトリアムで声を出す筋肉を消耗していたので嬉しかったのですが、後の MC でサイちゃん的にはそうではなかったことがわかります。で、ロック&ロードですが、一応イントロ、A メロ、B メロ、サビみたいな構成があると思うのですが、まず私的にはイントロ的なところの盛り上がりと B メロみたいなところのちょっと普通のコード進行から外れるようなコードを入れてくるところとか、あーちゃんのドラムの迫力がものすごいところがお気に入りです。それでサビ的なところは多分ですが、ミンチョのリフの冒頭でサイちゃんのキーボードをユニゾンさせて音に厚みを加えているように聞こえるところも大好きです。でも2メロになると A メロ的なところはサイちゃんのキーボードソロやミサさんのベースソロの構成に切り替わって、また私的に大好きな B メロ的なところになって、そこからサビに行くかと思ったところでサイちゃんのキーボードのみをバックにミサさんのベースソロになります。ここ素晴らしいです。それで小畑さんのリズムギターソロ、ミンチョのギターソロとソロパートに入ってサビ的なところにつなげるという盛り上がる構成になります。この辺りからは本当にセッションという感じで5つの楽器がそれぞれ自由な感じで楽しそうにかつ激しく演奏されているのに、全体としてはまとまったメロディーとリズムを奏でているというバンドメイドならではのテイストを感じます。最後はアウトロ的な感じになって全員のセッションになる感じで盛り上がって曲終わりになりますが、本当に素晴らしいと思います。しかしこのバンドメイド的な特徴をキーボードを入れてもできるメイドさんたちの技術に本当に驚かされます。曲終わりで大歓声となって一瞬静かになった会場にサイちゃんの囁きのようなボーカルが聞こえてきます。13曲目となるプレゼントパーフェクトが来ました。1曲だけ喉を休められたサイちゃんの気合の入ったロングトーンが会場に響き渡ります。手を掲げながら聴き入る会場に目を覚まさせるように激しいイントロに入ります。サイちゃんが真ん中の立ち台から煽ってきますので、思いっきりちゃんとで声出します。散々煽ったサイちゃんが落ち着いて1メロを歌い出しますが、冒頭の足跡はただの過去じゃないという導入から歌詞の中で本当にただの過去じゃないこれまでのバンドメイドの軌跡やアルバムタイトルなんかも歌詞に自然に入れながら、これからのことやバンドメイドってこういうバンドなんだってことも分からせてくれる歌詞って本当に小畑さんの天才味を感じます。それでサビに入りますが、本当に一過性ではなくて歴史に名を刻んでいるバンドだということを歌詞とともに噛み締めながら手を掲げてサイちゃんのボーカルと素晴らしいバックの演奏に聞き入ります。サビ終わりからの感想でまたサイちゃんが煽ってきますので、当然会場は全力のチャントで答えます。2メロに入ってアンブレイカブルから入る歌詞がなんかかっこよくて好きなところです。それで1メロから変化させてくる B メロに入りますが、ここの歌詞は絶対サイちゃんだと思うのですが、メイキメイディットって曲やバンドそのものを作ってきたし作ってるとも読み取れますし、メイディットを作ってるともかけているような気がするのは考えすぎでしょうか。それで2サビに入りますが、サビ前の静かなブレイクが私的には大好きなところです。しかし本当にこのプレゼントパーフェクトのサビはエモくて感情が高ぶります。サビ終わりのアーチャーのドラムフィルからのミサさんのベースフレーズは短いのにバンドメイドのリズム体の凄さを分からせてくれますし、その後に続くミンチのギターソロはさらに王者の風格に感じます。ソロ終わりからの落ちメロは興奮した会場からの手拍子の中、サイちゃんのボーカルと小畑さんの素晴らしいコーラスも味わってクライマックスとなるサイちゃんの凄さを分からせてくれるロングトーンが来ます。もうすごいとしか言いようがありません。そのバックで地の底から突き上げるようなアチャのスネアロールに乗せて最高に盛り上がった状態でラスサビに入ります。もうここの高揚感はお給仕でしか味わえないと思いますが、本当に涙が出そうになります。胸にいろいろなものが溜まった感じになったところをアウトロに入ってサイちゃんに煽られながらちゃんとの大声で吐き出します。曲終わりで大歓声になって、この何とも言えない高揚感と達成感みたいなものに包まれた会場に、なんと14曲目となるエンドレスストーリーのイントロが流れてきます。会場はさらにエモい感じになりながら全力でシンガロングの声を出します。去年2025年12月の東京ガーデンシアター以来なので久しぶりです。1メロに入って静かにサイちゃんが歌い出します。ここのあーちゃんのバスドラの変則的なリズムとミサさんのベースは超お気に入りです。B メロに入ってミンチョの軽快なリフに乗せて歌うサイちゃんを間近で見ながらボーカルに聞き入って1サビに入ります。サビは手を前後に揺らしてちょっとヘドバン気味でコンコツとなりながらシンガロングもして胸がいっぱいになる感じになります。サビ終わりで感想に入ってまたおーのシンガロングになりますが、この曲も声を出すのに体力が必要な曲でしたのですでにきつくなっていましたが、
小鳩さんがピックを持つ右手を上げてシンガロングを煽るのを間近で見れて、小鳩さんの腕フェチの私としては頑張って声を出すしかありません。2メロはミサさんのベースが暴れ出して B メロに入ると楽しい感じになって、私的に大好きなサイちゃんの上から2サビです。サビの前半と後半で変わるテイストをあーちゃんのドラムで操っているようなところも素晴らしいです。サビ終わりから続けて C メロに入りますが、ここの冒頭のミサさんのベースはエモすぎます。後半はサイちゃんのボーカルに釣られないようにシンガロングを始めてサビに突入します。ラストリーも恍惚となりながらボーカルと演奏を堪能して、この後にさらに来るクライマックスに向けて準備します。ラストリー終わりからある意味本番のシンガロングになります。全力でシンガロングしながら味わうギターソロみたいなミンチのギターは最高に盛り上がります。途中からサイちゃんが歌い出して最後のセクションに入りますが、ステージと会場のものすごい一体感を感じます。最後の演奏が終わってサイちゃんだけが歌うところになって最後の力を振り絞ってシンガロングしますが、真正面に見えるあーちゃんがスティックを持つ手を上げながら大きな口を開けながら歌っていて、なんかちょっと泣いているようにも見えました。最後はサイちゃんのありがとうももらって曲終わりです。力を出し切った感じと横ありの感動も蘇ってきて涙が出そうになります。感動に包まれた感じになっている会場に続けて始まった15曲目は新曲の Days でした。前回の初披露となるお給仕では驚きでどんな曲かほぼ記憶できていなかったので、今回はじっくり聴いてみることにしました。曲冒頭はサイちゃんのボーカルで始まる感じで、ここは手拍子で答える感じです。それでイントロになってちゃんとで盛り上がります。チューズミみたいな構成ですね。1メロの A メロは静かに始まる感じで、あーちゃんのバスドラが印象的でした。B メロはちょっと激しくなって、あーちゃんのタム回しが印象的で、私的にめちゃくちゃ刺さる感じでした。サビはハーフタイム的な演出になって、サイちゃんの歌を聴かせる感じというか、情熱的な感じだったと思います。感想はミンチョのこれまた情熱的なギターフレーズが繰り出されます。2メロに入るとリズミカルな感じになりますが、やっぱり私的にはあーちゃんのドラムが最高な感じでした。それで2サビに入って、とにかくエモくてサイちゃんの歌に聴き入る感じになります。あとはミサさんのベースソロがあって、当然ミンチョのギターソロもあって、曲後半に向けてどんどん盛り上がっていく感じだったと思います。最後はやっぱり楽器の演奏が終わった状態で、サイちゃんと小鳩さんのめちゃくちゃ綺麗なカペラのコーラスで締めとなります。とにかくエモくて素晴らしい曲でした。早く音源と歌詞が欲しいです。サイちゃんの仙台ありがとうの叫びで2回目の MC に入ります。続けてサイちゃんがご機嫌な感じでご機嫌いかがと叫んできたので、ご機嫌な会場からは当然ご機嫌な大歓声と拍手になります。それで確かサイちゃんがさっきの MC から情報量が多かったみたいに言って会場から笑いが起きます。確かにモラトリアム、タマヤ、エンドレスストーリー、デイズと情報量多すぎです。ここで会場からサイちゃんの汗がすごいみたいな声が上がって、それをサイちゃんがみんなが熱くするからって拾ってくれて大歓声になります。でも後ろではミンチョがスマホのインカメラか鏡みたいなものを見ながら冷静に前髪を直しているのが見えて、ミンチョらしさを感じられました。で、サイちゃんがめちゃくちゃ熱いとか言ってる時に小鳩さんがなんかすごいたくさん曲やったっぽねみたいな感じで瀬戸りの話を振ってきます。で、何曲やったみたいに小鳩さんとサイちゃんが考えてる時に会場から10曲って声が上がって、サイちゃんがなんでみんなわかるのすごくない？瀬戸り考えてるの私なんですけどみたいに言ってまた笑い声が上がります。で、小鳩さんが MC 開けて小鳩の曲からスタートということになりましたっぽみたいに言ってきて、サイちゃんが私の存在消せてなかった的なことを言って会場から確かにみたいな歓声が上がります。それで小鳩さんがすごい瀬戸りだったっぽね、夏を感じられたりみんな盛り上がってたっぽねみたいに言ってた時に会場から上がる白竹白のタオルを見つけて拾ってくれてました。お給仕前に配られていたのを知ってましたので、特に前方のかなりの人が挙げていて、サイちゃんも小畑さんもちょっとびっくりして、すごい増えてますねとか言ってましたね。それで玉屋の話になって久々にやったということで、サイちゃんが暖かくなってきたので玉屋やっちゃうみたいになったらしいです。これから夏に向けて登場頻度が上がるということでした。確かにこれぞ夏の曲っていうのがサマードライブくらいしかなかったような気がしますので、玉屋を作ってくれたのは良かったと思っています。この時くらいにミンチョがあーちゃんのところに行ってなんか喋ってたみたいなのですが、なんかドラムの調整が必要だったみたいで、あーちゃんに呼ばれたスタッフさんがドラムをなんかいじってましたね。で、サイちゃんが瀬戸りの話を続けて、ヘイトやった、かなみちゃんがこうやってたって手のひらを上に向けて煽る真似をして会場から笑いが起きます。
するとミサさんが嬉しそうな顔でさえちゃんのそばに寄ってきて、さえちゃんにどうしたのみたいに言われて、ミサさんが喋り出します。前回の横浜の時にミンチョに頭をかかれたということで、今回はそれをやり返してやったと嬉しそうに報告してくれて、会場から笑いが起きます。ミンチョはこの時下手に一瞬はけてたのですが、皮を剥いたバナナを片手にすぐステージに戻ってきて、嗅いでたんだ、何か言ってるのかと思ったけど、声小さいから聞こえないんだと思ってたみたいに可愛い声でこの話題に加わります。で、ミンチョがミサさんにどんな匂いでしたかって聞いたら、ミサさんは無臭と頑張ってる熱気みたいに分かるような分からないようなことを言ってきて、また会場は笑いに包まれます。でも最後はいい匂いでしたって言って会場から笑いと歓声が起こってました。下手からバナナを持つミンチョ、小鳩さん、ミサさん、サイちゃん、あーちゃんがステージ前に並んでる感じが MC では珍しかったです。それでまだこの話題は続いて、ミサさんが柔軟剤のいい匂いがしたみたいに言って、サイちゃんにそれはヘアケアの香りって突っ込まれてましたね。で、小鳩さんの何の話一方でこの話題は閉まりました。それでモラトリアムの話になります。小鳩さんの久々のモラトリアムはどうでしたかに会場から大歓声と最高の叫び声が飛び交います。サイちゃんのみんなの声も最高だったよ、みんな優秀だなにまた会場は大歓声になります。小鳩さんもできるご主人様お嬢様みたいに言ってくれてました。サイちゃんが曲が増えすぎたんで順番待ちしてるみたいに言って、私最近出てないんですけど新曲があるからダメみたいに曲を擬人化したコントみたいなのをやってくれてました。小鳩さんがさえちゃんに曲たちが擬人化されてるんですもねみたいに言って、さえちゃんがそうです、私の中で曲たちが並んでて手を挙げて待ってるんですみたいに状況を教えてくれてました。その並びに私的にまだお給仕で出会えていないクロスやクラングが並んでいてくれると嬉しいです。それで小鳩さんが次がロック&ロードでしたねって言った時に、さえちゃんがモラトリアムの後にやったから手がびしょびしょで滑ったみたいに言って会場から笑いが起こります。小鳩さんもそんな時にやる曲ではなかったみたいに納得してました。でもさえちゃんはみんな盛り上がってたし、みんなが盛り上がってくれればそれでいいんだ的なことを言って、私を含めご主人様お嬢様を喜ばせてました。ちなみにあーちゃん、みんちょ、みささんは上手の方で集まってニコニコしながら休憩してました。それでエンドレスストーリーの話になって、これも久々だったみたいになります。小鳩さんが今日初めてお給仕で聞いた人いるって会場に聞いてきて、結構手が上がってさえちゃんが驚いて、そんなにやってなかったみたいになります。さえちゃんが YouTube にも上がってるしみたいに言った時に、初見のご主人様とその方を連れてきたご主人様のやりとりをさえちゃんが拾って、支え合ってるね、みんなのチームワークグッドみたいに褒めてくれてました。で、横ありに向けて作った曲だという話になって、改めてミンチョがエンドレスストーリーを作った思いを語ってくれます。ミンチョが大きいところでみんなで歌いたいなって思って作ったので、武道館でもやりたいんですけどってさえちゃんに向かって言って、会場からは大歓声が上がります。さえちゃんもまんざらではない感じでしたので、きっとやってくれそうな気がします。それで小鳩さんがエモい曲が続きますみたいに言った時に、さえちゃんがなんかそんな若い言葉使うなみたいに突っ込んでましたが、そんなに若い言葉じゃないですよね。いや、さえちゃんが言うことは絶対なので若い言葉ですね。小鳩さんは反省しないといけないです。で、続けてのエモい曲ということで、新曲のデイズの話になります。さえちゃんがさすがにこれは聞いたことがないって人が多かったんじゃないかなみたいに会場に聞いていきます。当然かなりたくさんの手が上がって、さえちゃんも小鳩さんもありがとうとか言ってたのですが、あまり手が上がってなかった私を含めて前方の真ん中あたりをさえちゃんが指して、この辺は聞いてんだね、いつめんたちありがとねみたいに言ってくれて笑いが起こります。で、ミンチョがこの新曲に込めた思いを話してくれるのですが、まず来年お給仕活動をお休みさせていただきますが、みんな温かく受け入れてくれてありがとうございますみたいに言って会場から大きな拍手が起こります。それでミンチョが続けて、会えない時間があるけど私たちを待っててほしい気持ちもあるし、自分も退屈になっちゃうかもしれないしみたいに言った時に、さえちゃんが絶対退屈だよって言ったので会場から笑いが起こります。それでミンチョが一瞬何言おうとしていたのか忘れた感じになったのですが、思い出したようにその気持ちを曲に残しました、この曲を持ってツアーを回れたらいいなと思ってますみたいに締めて、会場から温かい拍手と歓声が起きて、最後はさえちゃんのみんなでこの曲を育てていこうに会場は大歓声で応えて、デイズの話は閉まりました。
それで小鳩さんが、忙しい瀬戸りでしたっぽね、喜びも悲しみもありましたっぽね、みたいに言うのをさえちゃんが、それも含めてバンドメイドだって適当な感じに受けて会場から笑い声が漏れます。それで小鳩さんが、あーちゃん喋ってないっぽみたいにあーちゃんに振ろうとしたら、さえちゃんが、あーちゃんだって今日声がカサカサなんだよって言ってきます。小鳩さんも、そうだったっぽみたいに納得してましたが、あーちゃんが前に出てきます。で、喉を痛めてるらしいあーちゃんにさえちゃんが、小さい声を出すのはダメ、でも大きい声もダメみたいに喉のいたわり方を教えてくれます。で、あーちゃんがそれを踏まえて、こんにちはってカスカスの声で言って会場から笑いが起こります。あーちゃんがなぜそうなったのかを、ホテルがとても乾燥してまして、濡れマスクも加湿もしたけどカサカサって説明してくれて、会場はまた笑いに包まれます。さえちゃんが、皆様も乾燥にはお気をつけくださいって言ってきた時に、あーちゃんが、ボーカルじゃなくてよかったって言ってまた笑いが起きます。で、あーちゃんが、体は元気だからドラムはめっちゃ叩けたって言ったら、さえちゃんが、全然叩けてたよ、喉全然関係ないしねみたいに言ってまた笑いが起こります。さえちゃんが続けて、あーちゃんいつもうるさいし、私と負けないくらいずっと喋ってるのに、今日はすごい静かで4人でずっと喋ってたからみんなすごく心配してたんだよみたいに言って、お腹痛いの、体調が悪いの、眠たいのって聞いたら、あーちゃんが、声がカサカサって言ってきたのみたいにその時の様子を再現してくれて、会場はまた笑いに包まれます。さえちゃんがなぜかボーカル失格だよってあーちゃんに言ったら、あーちゃんが来年のためにボーカルの準備してますみたいに言って、小畑さんが来年ボーカルデビューするっぽーって驚いて、会場からも大歓声が上がります。さえちゃんは、君はドラムが素晴らしいんだからドラム叩いててくださいって殺到されて、あーちゃんは笑顔で納得してました。さえちゃんは、今のは嘘です、この子はこれからもドラムを叩いてきますって念を入れて否定してましたが、私としてはぜひあーちゃんのボーカル聞いてみたいですね。あーちゃんへの温かい大歓声と拍手が起こる中、さえちゃんのそれでは小畑さんの時間ですを小畑さんが受けておまじないタイムに入りますが、やっぱりさえちゃんから今日はどんなのが見れるのかなーみたいに煽りが入ります。いつものいじりに動じず、小畑さんは小畑のおまじないタイムって叫んで会場は大歓声となります。まず始める前に恒例の今日初めてのお給仕というご主人様とお嬢様いらっしゃるっぽーの小畑さんの問いかけに会場から結構な手が上がります。さえちゃんから会場に向かってみんな頑張れーの声がかかります。初めての人も多いことに喜んだ小畑さんも記念すべき強い心を持てる日になりますっぽーみたいに言ってきますが、さえちゃんからみんな負けるなーの合いの手が入ります。最近さえちゃんもおまじないタイムにノリノリで入ってくるのいいんですよね。で、小畑さんが小畑と一緒に心を強くしましょうぽーみたいに言うのですが、最前列付近で笑ってるご名手様に向かってそこ笑いすぎだぽーみたいに注意してきます。小畑さんが小畑も意外と心が弱いからご主人様お嬢様と一緒に強くするぽーって言ってきて、会場から疑念のの声が上がります。それで小畑さんが怒ったようになってると、さえちゃんから今日も可愛いよって言われて、会場も可愛いの声が上がって小畑さんは照れたような感じになりますが、さえちゃんは調子に乗ってせーのとか言ってきますので、会場は声を合わせて可愛いの合唱になります。小畑さんは仕方なくありがとうぽーとか言ってましたね。散々いじったさえちゃんがいけいけとか言ってやっとおまじないタイムに戻ります。それで小畑が萌え萌えと言ったら下りに入ります。当然会場からは大声での萌え萌えキュンキュンを返します。小畑さんのいつものフレーズではありますが、ご主人様お嬢様の口が動いてない時はその方の方をじっと見つめてって言いながら本当に真剣に見つめる顔をしてきて、さえちゃんに怖いですとか言われてしまいます。で、小畑さんがみんなで大声を出してあーちゃんみたいにガラガラになっても困りますけどぽーっとうまいこと言って萌え萌えキュンキュンに入ります。それで2階席萌え萌えキュンキュンに2階席から結構な音量の萌え萌えキュンキュンが返ってきて小畑さんは満足します。次は1階席萌え萌えキュンキュンに大音量の萌え萌えキュンキュンが返ります。続けて小畑さんはご主人様萌え萌えキュンキュンに全フロアのご主人様から萌え萌えキュンキュンが返りますが、これは次への振りだなと思っていると、やっぱりお嬢様萌え萌えキュンキュンにお嬢様からのめちゃくちゃ可愛い萌え萌えキュンキュンが返ってきて、小畑さんはとてつもなく嬉しそうに両手を胸の前に当てて燃えてました。その様子を見た会場から大歓声が上がる中、小畑さんは今日はこれで大満足ですっぽ、ありがとうございますっぽみたいに言って本当に満足そうにしてました。満足した小畑さんは萌え萌えキュンキュンを続けて、仙台の次に名物という感じでずんだ餅とか
セリ鍋とかを仙台と交互にやる感じになります。ネタが思いつかなくなった小本さんは会場から上がる声を頼りに笹かまとか牛タンとかやりますが、伊達政宗って言った時にみたいになって止まります。で、伊達政宗が仙台地方の武将だったことを理解して改めて伊達政宗って叫んできて、なぜか笑いが起きます。あとはバーンメイとかやりだしたので終わりそうなのをさえちゃんがタッチして萩の月はとか口を挟んできます。さえちゃんのあーちゃんの大好きな萩の月忘れてるの指摘に会場からブーイングが起きて、小本さんも忘れちゃいけない一歩1日3個も食べる一歩とか言ってきますが、さえちゃんから3個も食べるじゃないよ、3個にしときなさいって言わないと果てしなく食べるんだよみたいに訂正されて会場から笑いが起こります。で、改めて小本さんの萩の月に会場も全力で萩の月と返します。あとはバーンメイとか仙台とかやって生声のバーンメイをやっていい発音のワールドツアーとかもやって最後のバーンにバーンを返してメイにメイを返すやつになるのですが、メイがめちゃくちゃ長いバージョンでしたので、それを指した会場は途中から小本さんと一緒にメイを叫ぶ感じになります。最後はズキュンバキュンドキュンでものすごく可愛くもうって言いながら舌を出して牛タンポーで笑いが起きて萌え萌えキューンで楽器がジャーンと鳴らされておまじないタイム無事完結です。さえちゃんのいけるか仙台もっと上げていけるかの叫びに大歓声で応える中、始まったラストスパート最初となる16曲目はチューズミーでした。一瞬で遅れた会場もすぐにさえちゃんのボーカルに手拍子で応えます。イントロに入ってたっぷり休憩を取った会場の大声のチャントが響きました。ラストスパートでいきなり激しい曲もいいのですが、チューズミーで始まるのもこちらの体と喉にはいい感じがします。と言いつつ2種類のテンポがあるチャントや手拍子やシンガロングもあるので、実は思いっきり盛り上がりますし、喉も体も使うんですけどね。お給仕では定番中の定番曲ですが、ごくたまにチューズミーやらないお給仕があったりして、その時はとてつもなく物足りなさを感じてしまう曲です。そういえば今年最初のセッションズセレクションの 2days と昨年2025年最初のリキッドルームでの番外編 2days はチューズミーなしのセトリでしたし、一昨年2024年最初の KTZ 横浜の番外編お給仕もやってないので、年の初めはやらない感じなんでしょうか。とお給仕の内容のレポートになっていないので、レポートに戻ると、ミンチョのギターソロの時にいつも通りヤーちゃんの周りに小畑さん、ミサさん、サイちゃんが集まってたのですが、撮影タイムだったのかサイちゃんが嬉しそうな顔で手を挙げてポーズしてました。公開されてなかったのでお蔵入りの写真かもしれませんが、ご機嫌な感じのサイちゃんを見てみたいのでぜひ公開してほしいです。そのギターソロ終わりで C メロになって思いっきりの手拍子で答えて、最後のさえちゃんの I choose you は今回も私とは全然違う方向に美が向いてました。まあだから何って話ではありますが、それでラッサビに入ります。ラッサビはポストコーラスというか2回目のミンチョのギターソロパートになるわけですが、初めて聞いた時のここにこんなエモいギターソロ入れてくるのかと感心して感動した記憶が蘇ります。それで最後はイントロと同じアウトロを持ってくるのではなくて、全然違うボーカルアレイのセクションを持ってきて、最後のさえちゃんの迷わずチューズミーでかっこよく終わる曲の終わらせ方は秀逸です。大歓声が上がる中、今回は書き鳴らしありでした。そこにミンチョが上手のステージ前に出てきて激しいリフを書き鳴らします。17曲目はレディートゥーロックでした。会場は大歓声となります。ゴリラのように激しくブラストビートを叩くあーちゃんを真正面で堪能して最初のセクションになります。1メロに入って、そういえばこの曲もサイちゃん作詞だなとか思いながら、その歌詞と気持ちいいあーちゃんのドラムフィルを堪能してシンガロングで声出します。サビ前のブリッジのようなセクションのミンチョのギターフレーズとミサさんのベースも味わって、小畑さんの好きじゃないならほらたぎれないからサビに入ります。サビでサイちゃんが指で輪っかを作って目の前で動かすやつをやってくれてましたので、一緒にやってしまいました。レディートロックのサビはシンガロングもあって本当に弾ける感じになれるので楽しくて大好きです。サビ終わりで感想になりますが、高速フレット移動のあのリフを上を向いたまま弾けるミンチョに改めて驚愕しながら思いっきりちゃんとして盛り上がります。2メロはやっぱり A メロ最後のところのリフとミンチョのギターフレーズが素晴らしいです。B メロでまたおのシンガロングを歌って、やめられないしやるしかないなを叫ぶ小畑さんの姿を間近で味わって2サビに入ります。2サビの歌詞の解き放つんだを歌うサイちゃんがなぜかお気に入りです。会場のシンガロングの声も大きくて本当に盛り上がってました。サビ終わりで小畑さんの短いソロからミンチョのギターソロになりますが、この小畑さんのソロって結構難しいと思うのですが、余裕で弾いているように見えるのですごくなったなとか思ってしまいます。で、その小畑さんの師匠のミンチョのギターソロは当然さらに素晴らしいわけで、会場からのちゃんとの声もすごかったです。
ソロ終わりからの落ちメロは手拍子しながら味わいますが、すぐにサイちゃんのシャウトになってラッサビに入ります。目の前のあーちゃんのバスドラでのブレイクを思いっきり堪能してラッサビを踊りながら楽しみます。最後のあえて冒頭と同じ歌詞を持ってきたという深い歌詞のセクションに入ってサイちゃんの湧き上がる欲望で曲終わりです。ものすごい歓声が湧き起こる中、また民調が上手のステージ前に出てきて激しいリフを弾き始めます。そうです、続く18曲目は What is Justice でした。サイちゃんの両手を上げての煽りに思いっきりのチャントで答えます。1メロに入って A メロのあーちゃんのジャングル部族の踊りの時みたいなタムフレーズがゴリラ味があって大好物です。それで B メロに入ってサイちゃんが歌う小畑さんっぽい歌詞も堪能しながらメイズで腕を上げてミンチのリフからサビに入ります。サビでサイちゃんの高音はバッチリ出てましたし、めちゃくちゃかっこよかったです。サビの時のミサさんのベースラインもすごいです。サビ終わりでサイちゃんのドンチューからの感想でまた超絶かっこいいミンチョのリフになります。What is Justice といえばこのミンチョのリフですよね。2メロに入ってこの曲は A メロを1メロから変えてきますが、 B メロを変化させたりメロを抜いたり追加したりとミンチョの曲構成は本当に飽きさせないというか複雑です。それで B メロに入って元に戻るとなんか戻ってきた感があって、それも逆に新鮮な感覚になります。でも1メロと決定的に違うサイちゃんの白黒割り切れで2サビに入る揺さぶりがきます。またサイちゃんのハイトーンボイスを堪能して C メロに入りますが、 C メロを歌うサイちゃんの迫力というか目力がものすごくて吸い込まれそうになりました。それでサイちゃんのロングトーンのボーカルにかぶせてミンチのギターソロになります。正確かつかっこいい16音のオルタネートピッキングが素晴らしいです。ソロ終わりから独特の間でブレイクしてさらにかっこいいリフを入れてきてラスサビです。このブレイクというか決めの綺麗さがバンドメイドの素晴らしいところだとも思っています。ラスサビもサイちゃんのハイトーンを堪能して小畑さんの囁くようなコーラスから最後サイちゃんのシャウトです。最後の Stick Now to My Guns Go My Own Way って桃源暗記なので武器のガンかと思っていたのですが、今は自分の信念を貫いて自分の道を突き進むって感じの意味なんですね。小畑さんの言葉のチョイスに感心します。最後はミンチョの16部で加工していくギターフレーズからアウトロに入って会場から大声のチャントが響き渡ります。かっこよく曲終わりになってかき鳴らしの中大歓声となります。やっぱり What is Justice はかっこいいです。そこに今となっては聞き慣れた電子音が流れてきます。19曲目はディリダリでした。サイちゃんのクラップの煽りに当然クラップとシンガロングで会場は応えます。多分サイちゃんはいろいろ叫んでたと思うのですが、クラップしているのでメモれませんでしたので、なんて叫んでたのかは記憶を探っても思い出せずでした。とにかくステージも会場も盛り上がって1メロに入ります。メモにスターリービジョンって書いてたので、多分小畑さんがギターを持ち替えたんだと思います。しかしデリダリの早口言葉のような歌詞をあの声量で歌えるサイちゃんはすごいと改めて思いました。サビのサイちゃんの綺麗なファルセットも堪能して、サビ終わりのミサさんのスラップベースから2メロに入ります。小畑さんのこれも早口で可愛いボーカルを目の前で見て聴けて大満足して、続く B メロでもサイちゃんのほぼ早口言葉の歌詞を楽しんで2サビに入ります。ここあえてお忙しいことじゃなくてお忙しいにしてるのってセンスを感じます。2サビ終わりで当然今回もパーフェクトバージョンですので、ここでブレイクしてサイちゃんが真ん中のお立ち台からクラップを煽っていきます。当然ここでもサイちゃんはいろいろ叫びながら煽ってくるのですが、イントロと同じく思いっきりクラップしながらシンガロングしてるのでメモれませんでしたので、なんて叫んでたのかはここも記憶できていませんでした。多分歌ってもいいよとかは言っていたと思います。それでクラップしながら思いっきりリリダリデリダリダリダのシンガロングを続けます。もう肩も声もかなり限界になってきたところで、サイちゃんの続けてからあーちゃんのスネアロールになります。ミサさんが下手お立ち台に立ってベースソロです。会場はクラップしながら大歓声を上げます。それで次は小畑さんのリズムギターソロですが、かっこよくかき鳴らしていたのはメモ通りスターリービジョンだったと思います。続けてのあーちゃんのドラムソロからミンチョのギターソロになりますが、本当にミサさんも小畑さんもあーちゃんもミンチョもこのディリダリのソロはめちゃくちゃかっこいいです。ソロ終わりで落ちメロになってサイちゃんの味わい深くなんか迫力のあるボーカルを聴きながら最後の力を振り絞ってクラップとシンガロングを続けます。それでついにラッサビに突入して右手を振り上げながら盛り上がります。声と左肩は休める感じですね。それでめちゃくちゃ盛り上がって曲終わりまで来ますが、ディリダリの曲の終わらせ方はやっぱり超絶かっこよくて何度聴いても感心します。サイちゃんのみんなよくできましたありがとう仙台次がラスト頑張っていこうかの叫びが上がります。となるとやっぱりこの曲です。ラストとなる20曲目はノンコットでした。サイちゃんの頑張って飛べようの煽りに思いっきり飛ぶしかありません。なのでイントロでちゃんとしながら思いっきりジャンプします。1メロに入って一瞬サイちゃんの左耳のイヤモニの調子が悪かったのか歌えない感じになってルールルーもできない感じになったのですが、すぐに持ち直してました。
さえちゃんはちょっと笑ってましたが、逆によく途中からすぐに復帰できるなと感心してしまいました。それで何事もなかったように B メロに入って、こちらも普通に戻って盛り上がって、小畑さんの 1,2,3,4 How We Long を一緒に叫んでサビに入ります。体力はかなり消耗していきましたし、足の裏の痛みも結構ありましたが、頑張ってジャンプしながらウォーウォー歌ってサビを楽しみます。サビ終わりで間奏に入って、さえちゃんの煽りにジャンプしながらちゃんとして2メロに入ります。するとさえちゃんが上手に移動していって、なんと上手のステージに刺してあった旗を外して手に持って肩に抱えて歌い出します。何ですかそれ、めちゃくちゃかっこいいんですけどみたいになりました。それで旗を抱えたままステージの真ん中に戻ってきて歌い続けます。このかっこよさは反則技です。もう会場も何を見せてもらえてるんだみたいな感じで、悲鳴なのか歓声なのかわからない声を上げて盛り上がります。そのまま2サビにも入ってジャンプしながらもかっこいいさえちゃんに目が釘付けになります。2サビ終わりでミンチョのギターソロから真ん中のお立ち台に立つミサさんのベースソロになりますが、さえちゃんは旗を背負ったまま下手に移動していきます。それで落ちメロに入ってかっこよすぎるさえちゃんを見ながらボーカルに聞き入れます。ラスサビになって真ん中のお立ち台で全員にかっこいいさえちゃんの勇姿を見せてくれる感じになります。いつもはヘドバンするのですが、さえちゃんから目を離せない感じになったので変なヘドバンをしてしまいました。サビ後半はさえちゃんのおかげかなんか元気を取り戻した感じになったので思いっきりジャンプします。サビ終わりで旗を抱えたままのさえちゃんの We have got to win でアウトロです。本当に最後の力を振り絞ってジャンプしながらちゃんとして声を出し切ります。最後はさえちゃんのかっこいいサンキューをもらって最後のかき鳴らしに入ります。こんなかっこいいさえちゃんを見せてくれてこちらがサンキューと思っている中、さえちゃんのありがとう仙台またお会いしましょうバンドメイドでしたの叫びからかき鳴らしが終わって大歓声が上がる中、小畑さんのそれでは行ってらっしゃいませご主人様お嬢様またお会いしましょうぽバンドメイドでしたっぽバイバイぽで仙台ギグスの球児はものすごい盛り上がりで終演となりました。大歓声と拍手とメンバーの名前が飛び交う中、リンチョミサさん小畑さんのピック投げが始まります。あーちゃんが目の前に来て手を振ってくれたので思いっきりあーちゃんって叫んでしまいました。今回はなかなかいい位置だったのですが、残念ながらビッグゲットはならずでした。ミサさんはまたビールの空き缶を投げてくれてましたね。お嬢様エリアのあたりに投げてたので、多分お嬢様がゲットされたんだと思います。最後は下手にはけていくメイドさんたちを大歓声と拍手で見送って仙台ギグスを球児完結です。今回の球児の感想も前回に引き続きめちゃくちゃ楽しかったです。なんといってもモラトリアムエンドレスストーリーと久しぶりの曲もやってくれましたし、私の大好きなインフルエンサーも聴けましたし、本当にメイドさんたちと一緒に遊んで楽しんだ感覚になりましたし、最後のノーゴッドでの旗がかっこよすぎました。あと20曲中7曲がさえちゃん作詞の曲という瀬取りも何気に感慨深いというか、さえちゃん作詞の曲が増えてきたなぁと感心してしまいました。いやいや、こんなに楽しいお給仕ばっかり体験できて、これからまだまだ続くツアーにさらに期待が膨らんでしまいます。本当に晩年になってこんなに楽しいことに出会えるなんて人生わからないものです。最高の定年後人生を過ごさせてもらえていて、ものすごく幸せな気持ちになっています。恒例のさえちゃんのポストはなかなか投稿されなかったので、多分打ち上げをしたのであろうという予想が当たり、翌日の昼前に投稿されましたが、仙台ギグスの打ち上げが楽しすぎて皆様に感謝の気持ちを伝えるのが遅くなってしまいましたわ。仙台ありがとう。とっても楽しいライブになったよ。楽しすぎて笑いすぎてライブがライブしすぎたわ。次はもっと完璧な私を見せるわね。お前ら最高だ。ハッシュタグバンドメイドで感想ありがとうでしたね。こちらも楽しく打ち上げさせていただきましたし、お給仕も本当に楽しくて笑わせてもらいましたし、メイドさんたちも最高でした。今回も大満足で会場を後にしてお給仕後の打ち上げも堪能して、私の仙台遠征お給仕は素晴らしい形で終えることができました。私の次回お給仕帰宅は5月10日メイドの日のゼップ羽田です。メイドの日ということで何か特別なことがあったりするのかとか妄想しながらワクワクして待ちたいと思います。最後に恒例のリキャップムービーを共有して終わりたいと思います。ゆうた
はい。ということで今回は以上です。それではまた次回。